聖願宗光です。今日は天音さんからいただいたご相談です。はじめまして、私は発達障害で他のいわゆる普通の人が普通にできることができません。外見もブスで、それにコミュ障で人と接することを避けてしまいたい思いがとても強く、本当に働くことも難しいです。どうしたらいいでしょうか。随所作主という禅の言葉があります。随所に主となるという言葉です。噛み砕くと、どういう場所にどういう状況に置かれても自分の人生の主人として生きなさいっていう教えですね。で、反対に例えば周りの目とか周りの評価に左右されて自分の人生の主人にならずに生きるということを否定と言いますか、そうではないよというふうな言葉で表現されてるんですね。そういうお話をちょっとしてみようかなとご相談の文を読んで思いました。例えば天音さんのご相談文の中に発達障害で、私は発達障害でっていう表現がまずありましたね。発達障害っていうのは、ラベルですよね。名前ですよね。立派な病気というかその特性として表現されている言葉ではありますけども、名前ですよね。普通の人っていう表現もありました。普通っていうのもラベルなんですよ。表現なんです。その普通を持ってこいって言われても普通は持ってこれない、ただの表現ということです。で、外見がブスでって表現されてましたけど、ブスっていうのは表現、ラベルなんです。コミュ障もラベルなんです。こういうラベルはですね、この世の中でいろんな人が社会を成して生きていく上で、人々を区切ったりとかですね、上下に区切ったり左右に区切ったりしやすくするためのラベルと言えると思うんですね。発達障害という表現にしてみても、そういう概念がなかった時代には存在しないものですから。例えばただ言葉が少し出るのが遅かったりとか、あるいはちょっと動きが多いとかですね。で、そういうことをいろいろ取りまとめて発達障害というラベルを貼って生きているわけです、現代の私たちは。で、あるのは過ごしやすい、または分かりやすいから社会の中で生かされていますし、活用されて共有されてますけども、そういう今申し上げたようなラベル以外もいろいろありますよね。男とか女とか性格がいいとか悪いとか、そういうラベルがあるのは便利だからいいんですけども、そこを盾に他人と比べて苦しんでしまっている人がやっぱりすごく多いですね。そうすると他人の目に縛られて他人と比べて自分のことも見るようになります。あの人に比べると私はとか、あの人はもっとすごいのにとか、あの人は普通だとか、そうすると自分で自分を苦しめてしまうわけなんですよ。随所で主となれというのはそれをやめなさいってことなんですね。苦しいに決まってますよ、そりゃ。比べてばかり言うとね、比べてばかりいらっしゃるわけではないんでしょうけれど、天音さんが書いてくださった相談文章の中にだけでもたくさんのラベルが、しかも自分を苦しめてしまうようなラベルがあったので気になってご説明しております。
これは天音さんだけじゃなくていろんな人がそういうラベルに縛られて他人と比べて苦しんでいるわけなんですけども、そういう仕方ないことでもありますね。いろんな人がみんなやってるわけですから。私もありますよ。別に禅が分かるとか禅を学んでるとか仏教が好きだとか仏道歩んでるとかね、だから聖人君子だとか悟ってるとか、なんかそういうのは幻想なんです。普通の人です、みんな。だから一緒です。私もあります。で、じゃあどうすればいいかという話なんですけども、矢印といいますか、向きを外側に向けずに自分の中に内側に向けてみてほしいんですね。他人と比べる前に自分で内側を見る、自分を見るんです。人と比べて普通かどうかというよりも、私はこれが得意だな、これは得意じゃないな、これが好きだな、これが好きじゃないなって。で、誰かの承認を得る前に自分が自分で承認できるところを見つけて承認してみる。そんな小さなこと、当たり前のこと、普通のことをやっていくうちに比べる習慣は薄れてくると思いますね。比べ始めると当たり前ですけど際限なく続きます。上には上がいますし、この世界にも数十億と人がいますから。でましてや今存在しない歴史上の偉人とかね、そんな、偉人も超えてね、逸話に出てくるすごい人とかと比べる人だっているわけです。そんなバカなことはしなくていいですよね。だから誰かと比べる前に自分の素晴らしさとか人と違うからいいんだなって思えるようなところをちょっと見つけられると楽だと思うんですけどね。そういう生き方が随所作主、自分が主人ですと。この人生は私が評価して私が承認してから周りと協力して周りと交わって生きていく、それぐらいでいいと思うんです。どうしても私たちは小さい頃からね、真面目でいなければいけないとか、勉強ができたらすごいとか、運動ができるとすごいとかね、そういう比べる社会で育てられ、そういう癖がついて大人になって、でそんな中でいろんな劣等感とかね、負けを失敗を味わうと、それがトラウマになったりねして頭から離れなくなってしまうと思うんです。仕方ないことなんですけども、でも離れられるよっていうことを今日気づいていただければいいなと思います。少し関連するようで、しないかもしれないんですが、こんな話がありまして、これどこかで見かけたお話なんですけども、鳥の鷹ですね、空を飛んでいる鷹とスズメだったかな、スズメだとしましょうの話がありまして、ある山の村に、暮らすお家にね、足を怪我した鷹が落ちてきたというか、それをあるうちの人がね見つけてね、拾ってきて大切に看病して育てました。本当に一生懸命怪我を治そうと、なんか薬草を塗ってあげたりとかね、休ませてあげたり、水をあげたり、餌を取ってきてやったりしてね、で一生懸命に世話してちょっとずつ元気になっていくんです。でみるみる元気になっていって、ちょっとずつ飛べるようになっていって、元気になってよかったなって、そのうちのご家族みんなでね、よかったなって話し合って、でこのまま鷹をずっと
縛り付けておくというかね、お家で買うわけにもいかないから、もう自由に飛ばしてあげたいね。でも心配だね、また怪我したらどうしようとかね、そんな話をしながら、結局自然に返してやるわけです。自由に幸せに生きていきなさいということで、ご家族はやっぱり愛情も湧いて愛着も湧いて大切に看病して育てた、鷹をね飛ばす時に涙しながら「元気でね」って挨拶をして見送るんですね。で飛んでいったと思うとすぐね餌を取って食べたんです。すぐ餌を取って自分で食べた、よかったって安堵したんですね、そのご家族は。いいことですよね。怪我して自分で餌も取れずに死んでいく可能性だってあったわけですから、看病したからこそそうやってまた自立ができて勇ましい姿を家族にも見せられた。鷹もそのご家族も幸せなんです。ここまではいいお話なんですけども、ちょうど同じ日にですね、同じく怪我したスズメを拾ってきて大切に育てた別のご家族がいらっしゃいました。たまたま同じ日にですね、お近くにあったそのお家からスズメをかわいい世話してなんとか飛び立つまで回復させてやることができたそのスズメをね、家族で涙しながら「いってらっしゃい、頑張ってね」って見送ったんですよ、涙しながらね。そしたら飛んだ次の瞬間には鷹に食べられちゃうんですね。どうでしょうか。これは鷹を育てたお家の人からすると幸せなんです。だけれどもそのスズメを育てた、スズメを看病したお家の家族からすると悲劇ですよね。でこういうお話をなぜしたかと申しますと、正しいってそんなに簡単なことじゃないんですよね。誰かの正義は誰かにとっては不正義、そんな言葉も聞いたことがあります。多くの正しさとか正解とかね、普通とかというのは誰かの都合でできていることが非常に多い。だって日本で普通とされていることは別の国では罪だったりしますよね。ですからほどほどに互いに迷惑をかけないような、互いに傷つけないような気配り配慮良識は必要でしょうけれど、あまりにも他人のラベルに固執して世の中がつけたラベルで自分を測って生きる、これは本当に苦しくて無意味なことだと私は思います。それでもなお苦しいこと、避けがたい厳しいことは起こってしまう、それが人生だと私は思いますので、せっかくならばご自身がご自身を認めて、ご自身が望むような形で人生を営んでいってほしいなと思います。そうやって自分の人生の主人となって自分の思いを裏切らずに承認しながら一歩ずつ生きていくことができれば、随所に主となって生きていくことができれば、きっと周りに集まってくる人、起こってくる状況もそのご縁でねまた変わっていくと思いますので、ぜひラベルにとらわれることなく、まずはご自分でご自分のことを認めて生きてみてください。天音さん、
そして動画を見てくださっている皆様、本当にありがとうございます。